いや、これ作り始めて結構経つんだよな。実はゆっくりゆっくり進めてたんです。そう、黒の書の制作を。張り子みたいにやればいいかなって思って作り始めたんだけど、後から思うにボンドで貼っつければよかったかもなんて考えています。ノリで作り始めたのもあってそのあたりはよくわかんないままです。はい。まあ乾けばいい感じに端っこ塞がったしこれでいいんじゃないかなって思います。正直腕があと2本くらい欲しくなりました。不器用なのがバレちまうぜ。なんとかマスキングテープで貼っつけたんだけど、最初から片面に貼ってたらよかったのにね。いや、失敗。さて、ある程度固定したらグルーガンを使ってしまいましょう。正直ボンド待ちはそんなに好きではないので。はい、蓋。今回段ボールだから蝶つがいじゃなくて布で代用していきます。ここ最近作ったものでネジをつけるの失敗してばかりだから逃げたと思う。時短アイテムドライヤー。文明の利器は便利だな。内側も同じ感じで貼っつけました。ここら辺はもっと改良できたらいいなと思うんだけど、私よくわかんない。カルメアス村様に教えてもらわなくっちゃ。独断進行はしてないけど、ほら、私はどっちかって言ったらあれだから。シキス万歳。できたらザラッとした表面になったらいいなぁと期待して塗りつける。ついでに家がドライヤーでの乾燥でひび割れたらいいなぁとも思ってた。そう、思ってたの。なんだかケーキを作っている気分。裏面のガシャガシャ感じ出したいから半紙でガシャガシャさせる。ドライヤーでひび割れると思ってたんだけど全然ひび割れてくれなくてさ。そう、ひび割れてくれなかったんだよね。仕方ないからの措置でございます。こう、ぐしゃっとしたいのですよ。
を始められるようになりました。いや、ここまで体感も現実時間も長かった。バランス取るために下書き前にバーッと線を引いていきます。大きな絵を描くときみたいにしっかりやってるわけじゃないから大体でやってます。実際順をやってないし。まあ上下左右の感覚だけわかりゃいいですが。よし、バシバシ書いていくぞ。よし、下書きはこんなもんじゃろ。使っているのは積粉粘土です。理由はなんか余ってたから。とりあえず下書きに沿って雑に持っていくのです。どうせ後で削るから雑で OK。手袋？汚れたから投げ捨てた。時々気づくと怪我してるから普段からつけてるだけなんだよね。小さい怪我とかあざとかいつの間にかできてるタイプです。なんでだろう？これも後から思ったことなんだけどね。もしかしたら内側からやった方が良かったかもしれない。まあこの辺りは後で削ったり持ったりするから別に大丈夫なんだけどね。とりあえず下地ができた。ついでに下のくしゃっとした感じのも追加していく。
ガリガリ削っていくぜ。太いワイヤー買うのもありだったかな。今更だがな。平べったいから持っていきましょう。盛り終わったからまずは真っ黒にしましょうね。これも今更の後悔なんだけどさ。手に持った時のサイズ感優先した結果画面で収まりきれなくなったんだよね。ポンポン見るのすごく楽しい。側塗ったら次は中だな。今更の話。筆よりも筆ペンの方が書きやすかったですね。さて、こっから書きにくい場所だぞ。
と飛ばし気味にプロの書を作成しました。正直結構楽しかったです。今度は何を作ろうかな。それでは今回はこんなところで、おやすみなさい。